皆さん、こんにちは。よしえです。今日も私のチャンネルを見てくれてありがとうございます。リスニングの練習をしていきましょう。今日のトピックは温泉と銭湯です。皆さんは温泉と銭湯の違いを知っていますか？この違いについて話すと、実はすごく難しい、深い話になるんですが、今日はできるだけ簡単にその違いを説明してみました。よかったら最後まで見てみてください。それではこの動画には4つのステップがあります。まずはじめに私が今日のパッセージをゆっくりのスピードで読みます。そして次に今日の文章に出てきた便利な表現をいくつか説明します。そして3番目に今日のパッセージに出てきた単語を私の後に続いて発音してみましょう。最後に今日のパッセージを次はネイティブのスピードで読むので、皆さんはどれくらい聞き取ることができるか挑戦してみてください。それでは始めます。温泉と銭湯。冬が近づいてきて、お風呂が気持ちいい季節になってきました。今日は温泉と銭湯の違いについて紹介します。どちらもお湯に入ることができる施設で、日本人の生活に昔からあるものという点では共通しています。しかし実は多くの点で違いがあり、楽しみ方も様々です。まず温泉は地中から出てくるお湯を使っているのに対し、銭湯は基本的には水道水や地下水を温めて使っています。温泉のお湯には体にいい成分が含まれており、健康や美容への効果を期待する人も多いです。営業の方法にも違いがあります。銭湯が建物の中にあるのに対して、温泉は自然の地形を生かして外にある場合もあります。山奥や川の一部から温泉が湧き出ている場所もあります。また、料金に関して銭湯は都道府県ごとに決まっており、同じ県であればどこの銭湯に行っても同じ値段で入ることができます。2024年現在、最も高いのは東京都の550円、最も安いのは山形県の300円です。銭湯と違い、温泉の入浴料はそれぞれ異なります。また、スーパー銭湯という銭湯よりもアミューズメント性の高い施設は、事業者が自由に料金を決めることができます。スーパー銭湯はお風呂だけではなく、サウナや飲食店、また漫画を読めるエリアなどが一緒になっている施設です。基本的に温泉も銭湯もスーパー銭湯も裸で入りますが、最近では水着を着て入ることができる施設もあり、海外の人も日本のお風呂文化を体験しやすくなっています。それでは次に今日の文章に出てきた便利な表現について説明します。まず、という点では共通しているという表現は、何か2つ以上の物事で
似た点があるときに、それを強調するために使います。どちらもと言い換えることもできます。例文です。この2つの絵は17世紀に描かれたという点では共通している。この2つの絵は17世紀に描かれたという点では共通している。この例文は、この2つの絵はどちらも17世紀に描かれましたと言い換えることもできます。あのカップルは喧嘩が多いけど、相手のことを大切に思っている点では共通しているよね。あのカップルは喧嘩が多いけど、相手のことを大切に思っている点では共通しているよね。この例文は、あのカップルは喧嘩が多いけど、どちらも相手のことを大切に思っているよね、と言い換えることもできます。サッカーと野球はチームスポーツという点では共通しています。サッカーと野球はチームスポーツという点では共通しています。この例文は、サッカーと野球はどちらもチームスポーツですと言い換えることもできます。次です。に対してとは、前に言ったことと比べて違いを言いたいときに使います。例文です。兄がアウトドアが好きなのに対して、私はインドア派です。兄がアウトドアが好きなのに対して私はインドア派です。勉強は得意なのに対してスポーツは全然できません。勉強は得意なのに対してスポーツは全然できません。都会は忙しいのに対して田舎は時間がゆっくりに感じます。都会は忙しいのに対して田舎は時間がゆっくりに感じます。次です。〇〇年現在とは過去か現在のある一点を指し、その時の状況を言いたい時に使います。例文です。2024年現在、日本の世界遺産は26件あります。2024年現在、日本の世界遺産は26件あります。このデータは今年の11月末現在のものです。このデータは今年の11月末現在のものです。また、すごく似た表現で、〇〇時点という言葉があります。これは過去、現在、未来、どれでも使えます。例文です。2040年時点での日本の65歳以上の人口は約 35% になる予想です。2040年時点での日本の65歳以上の人口は約 35% になる予想です。最後の表現です。〇〇性の高い、また〇〇性が高いとは、程度の大きいことを示すときに使われる表現で、いろいろな言葉と一緒に使うことができます。例文です。あなたの論文は信頼性の高いデータを使っているので素晴らしい。あなたの論文は信頼性の高いデータを使っているので素晴らしい。この建物は安全性の高い材質で作られています。この建物は安全性の高い材質で作られています。洋服はデザインよりも実用性が高い方がいい。
洋服はデザインよりも実用性が高い方がいい。それでは次に、今日の文章に出てきた単語を私の後に続いて発音してみましょう。お風呂、紹介する、お湯、施設という点で共通する。様々、地中、水道水、地下水、温める、成分、健康、美容、効果、期待する、営業、地形を生かす、山奥、料金、入浴料、アミューズメント性の高い、事業者、自由に、サウナ、飲食店、裸、水着、体験する。それでは次に今日の文章をネイティブのスピードで読みます。温泉と銭湯。冬が近づいてきてお風呂が気持ちいい季節になってきました。今日は温泉と銭湯の違いについて紹介します。どちらもお湯に入ることができる施設で、日本人の生活に昔からあるものという点では共通しています。しかし実は多くの点で違いがあり、楽しみ方も様々です。まず、温泉は地中から出てくるお湯を使っているのに対し、銭湯は基本的には水道水や地下水を温めて使っています。温泉のお湯には体にいい成分が含まれており、健康や美容への効果を期待する人も多いです。営業の方法にも違いがあります。銭湯が建物の中にあるのに対して、温泉は自然の地形を生かして外にある場合もあります。山奥や川の一部から温泉が湧き出ている場所もあります。また、料金に関して銭湯は都道府県ごとに決まっており、同じ県であればどこの銭湯に行っても同じ値段で入ることができます。2024年現在、最も高いのは東京都の550円、最も安いのは山形県の300円です。銭湯と違い、温泉の入浴料はそれぞれ異なります。また、スーパー銭湯という銭湯よりもアミューズメント性の高い施設は、事業者が自由に料金を決めることができます。スーパー銭湯はお風呂だけではなく、サウナや飲食店、また漫画を読めるエリアなどが一緒になっている施設です。基本的に温泉も銭湯もスーパー銭湯も裸で入りますが、最近では水着を着て入ることができる施設もあり、海外の人も日本のお風呂文化を体験しやすくなっています。お疲れ様でした。今日の動画はいかがでしたか？皆さんは温泉や銭湯に入ったことがありますか？日本を感じられるとってもいい文化だと思うので、日本に来た際にはぜひ体験してもらいたいです。それでは今日の動画がいいねと思った方はチャンネル登録や高評価、そしてインスタグラムのフォローもお願いします。また今日の動画のトランスクリプトとボキャブラリーリストが欲しい方はぜひ私のペイトリオンを見てみてください。フォローしてもらえるととっても嬉しいです。では次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。